西川さん、よろしくお願いいたします。はい。また、梅を、はい。またお手入れをお願いしたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい。はい。先ほどの梅と、はい。その元気の、先ほどおっしゃってたんですけど、こちらの場合は、やったら今度逆に元気がいいという。元気ですね。ちょっとその辺のちょっと、どの辺を見てそういうふうに、おっしゃられるのか、ちょっと植物の健康状態の方の先にお話をしていただければありがたいです。よろしくお願いします。はい。わかりました。はい。まあ見ていただいて分かる通り、葉の大きさがまず全然違います。大きいです。先ほどの梅の方が葉が小さかったです。なぜかというと、水と肥料不足が間違いなく起きてたんです。これは密度肥料は十分やってきたと思います。やはり春から肥料と水をたっぷりやってる木とやってない木の差がはっきり木に現れてたんですね。でもこの中にはね、やはり最初に出た葉は小さいんですよ。後から出てきた葉が大きくなってるんですね。でこれちっちゃな葉もこれ当然混同してるんですが、これはもう木が育ってくる上で当たり前なことであって、小さい葉があるから弱ってたんですかっていうと、そういうことじゃないですから、それは勘違いなさらないでいただきたいですね。でも色艶も随分違いますよね。葉の色もいいですしね。先ほどのは葉の色もちょっと悪いし、ちょっとこう焼けたような葉の状態になってましたからね。でやはりね、これもね、これからちょっと、葉を取って、作業してみたいと思います。よろしくお願いいたします。まあこれ手で取ってもいいんですけどね、ハサミで取ってあげた方が枝が傷まないですからね、丁寧に取ってあげるということがね。でおそらくね、こちらの梅の方が葉刈りをした後の2番目が葉芽がかかってくる時間は早いと思います。なぜかというと、枝に力がありますから。先ほどのは力がない分だけちょっと時間がかかるのかなというふうに見ております。やはりこういう力がないとね、木も2番目3番目という葉になってくると出にくくなってきますから、やはり力がある方がいいですよね。だから春からの肥料ってね、やはり臓器にはね、ものによっても違うんでしょうけれども、梅なんかの場合はやはり3月頃からの肥料をたっぷり与えていくというのは基本的に必要なのかなと、今までやってみて思ってますけど、で梅をやってらっしゃる業者の方なんかの話では、やはり花が咲いた直後、梅もう花咲いてる時からやってるっていう方もいますけどね、やはりそれだけ花を咲かせるってことは木のその力を使って咲かせてるわけですから、肥料もやはり相当上げてあげないと疲れてしまうというようなことも考え方があるみたいですね。だから花直後にもうどんどん肥料をやると。また花咲いてても冬ですから固形肥料をやるんじゃなくて液体肥料を、あげるというようなことも業者の方によってはやってるようですね。やはり冬だから肥料が必要ないんじゃなくて、花が咲いたということは木にとってはもう春に向かってますから、やはり肥料を与えることで元気をつけてあげるという、そんな考え方があるんじゃないかなっていうようなことは思いますね。実をつける花を咲かせるってことは、やっぱりそう時にはね、負担がかかるわけですからね、やはり肥料で補ってあげるってことが大事だと思いますね。先ほどの梅とは花じゃなくて葉の大きさが全然違うんですよね。先ほどのは甲州野梅ですから、葉がちょっと小さいですよね。これは野梅っつってもどこの野梅かちょっと分かんないですけど、葉が大きいですよね。だからこれは甲州野梅とはまたちょっと種類が違うのかなというふうに思って見てますけどね。また葉の形も甲州と普通の野梅ちょっと違うんですよね。甲州野梅の方が葉がちょっと小さいというか、形もちょっと梅の中でもちょっと雰囲気の違う葉の形をしてますからね。
この梅の場合は場所によってはもうこの葉の付け根にも次の葉が控えてはっきり現れてますね。先ほどの梅の場合はそこははっきりしてなかったですけど、部分的にもう次の葉っぱ出ますよっていう状態が見えていますね。やはりそれだけ木に力があるんですね。これがまだね、小枝が少なくてこういう太い、棒みたいな枝が多いんですよね。これを葉刈りをかけることによって脇に芽を持たせて小枝を作るということなんですけれども、この作業をしてあげると来年から小枝がどんどん増えてくるようになります。これをやらないでこのまま伸ばしたのをただ切っていても、ただ強い枝が棒のような枝が残るだけになってしまって小枝はできませんから、やはり小枝を作るというためには葉刈りという作業が必要とされるということなんじゃないですかね。だから皆さんも葉刈りをねやっていただければきっとそのような結果が出てくると思いますので、ちょっと時期的にはねちょっと遅くなってきましたから、もしあれでしたら来年ねこの時期5月で入ったらやってみるということで、また経験してみていただければと思います。梅なんかもあれですよ、時期、先月、4月からですかね、新芽を挿していただければいくらでも挿し木でつきますから、商品盆栽なんか作るにはすごく面白いと思いますよ。うちでももう5年ぐらい経ちますかね、挿し木してからもう商品盆栽になってきました。作るのが非常に楽しいですね。お客さんなんかもやっぱりいろいろ工夫されてやってる方がいて、梅の商品盆栽作るのが楽しみですねなんて方随分いらっしゃいますから、もしよかったら皆さんも梅も面白いですから挿し木してみたらいかがですか。必ずつきますから。下げるときにいきなり思いっきりやっと折れますからね、気をつけてゆっくり慌てずにやっていただければいいんですけどね。小白と違いますからね、ゆっくりゆっくり、ただゆっくりっつっても何度も
曲げたり上げたり下げたり左右に曲げたり戻したりすると枯れますから、そこだけは気をつけてください。1回でも決めるというふうにやっていかないと必ず枝傷みますから。綺麗になりますね。そうですね、骨格はね、これで姿としてはまとまったわけですよね。こんな正面だな。でやはりね、枝作る時にはやはりね、この枝の上下っていうのは必要なんですよね、この流れとしてね、上下、横も必要ですが上下もあった方が動きとしてはいいわけですよね。なかなかね、このね、上下の模様がどうも皆さんね、言われればわかるけど、なかなか横は曲げられるんだけど上下つかないねって方結構おられるんですよね。やはり上下があると枝の厚みだとか動きがはっきり見えてきます。横だけですとね、平面の動きしか見えませんから、そういう意味ではやはりこの時点ではっきりつけておくことは大事ですよね。後になってそれがだんだんこう分かってくるというか、そうですね、そうですね、やはり木ができてくるとね、その辺が余計見えてくるんですよね。ああ、ここもう少しこうしとけばよかったのかなっていうのは後の話になってしまうんで、やはり分かりやすく今できる時点でやってしまうと、また枝が動く時点でやらないと太くなったらもうなかなかねできないですからね。その時点で今が最適な時期なんじゃないかなっていうのはことで今やったわけですよね。これで葉が出てきて、来年の今頃はもう針金引く必要なくハサミだけで姿を整えていくことができるようになっておりますよね。梅はそうですね、早ければ3年つったらガラリとかありますから、非常に早いもんですよね、梅の出来具合っていうのがね。そうするともう楽しくなってきますよね。そうすると。そうですね、楽しくて手が抜けなくてやればやっただけその返しがあるというか。そうですね、結果が出てきますから、やってる方も楽しみがまた次の年どんなふうになるんだろうっていう、その希望と喜びを持ちながらいけるっていうところがいいんじゃないですか。非常に梅は出来が早いですから、楽しんでいただけると思います。いやー、綺麗になりました。また来年ね、見せていただければと思いますので、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。